こんにちは、ハルトです。9ナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。審判人はなぜ他人を許せないのかは、日本の著名な脳科学者中茂子による現代人が抱える許すことについて深く掘り下げた一冊です。社会生活を進む上で他人に対して怒りや混じりを感じたり、なかなか許せない感情に悩む人は多いはずです。本書はこうした許せないという複雑な感情がどこから生じているのか、脳科学や心理学の視点を取り入れながら解明し、そのメカニズムを分かりやすく解説しています。単なる道徳論や自己啓発とは異なり、人間の本能や進化論的な観点から許しと怒りの根本理由を掘り下げていく点が特徴です。この本では、なぜ私たちは他人のミスや悪役を許せないと感じるのか、そして許す、許さないことでどう心や身体に影響が及ぶのか、具体的な自力も教えて考察しています。また、許す力はどうやって身につけられるのか、ストレス社会で自分を楽にするためのヒントも多く掲載。感情に振り回され悩んでいる人、他人との関係に行き詰まりを感じている人、人間関係をより良くしたいと考えている人に平かの指南数です。毎日の生活が少し楽になる処方源として多くの読者に手に取ってもらいたい一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、許せない感情の正体と脳科学的根拠。本書の冒頭で仲間心理性はなぜ許せないという感情が生まれるのかを脳の仕組みから解説しています。人間は集団生活をベースに進化してきたため、秩序を乱すものやルール違反を許すことは集団の安全や一体感を食いばかす行為となり、強いストレスや境界心を呼び起こします。脳内の扁桃体や前頭毛が感情の制御や判断に作用し、時には無意識に相手に対して拒絶や攻撃的な態度をとってしまうのです。こうした反応は意見理性的に思える現代人にも根付いており、怒りや許せない気持ちは生存戦略の真中とも言えるでしょう。科学的なメカニズムを知ることで自分の感情コントロールにも役立ちます。次に、許しによる心身への影響。怒りや混じりを抱え続けることは身体や精神にどのような影響を及ぼすのでしょうか。生野氏は許さないことのデメリットとして、ストレスホルモンであるコルチゾールの過剰分泌、睡眠障害、免疫機能の低下、さらには人間関係の正馬化などを挙げています。一方で、相手を許すことでセロトニン分泌が流され、心が安定しやすくなり、幸福感や感謝の感情も集まえやすくなるといいます。許すことでストレスを減らし、自分自身が楽になれるという心理学及び脳科学からのアプローチが説得力を持って語られています。さらに、許せないの力にある自己褒美本能。本書では、許せないという感情の奥地にある自己妨害本能にも焦点が当てられています。他人を許せないことで自分を守ろうという心理が抱く場合に、過去のトラウマや自己評価の低さ、あるいは自分自身の価値観や社会規範とのギャップが生じて葛藤することがあります。許さないことで自己の正当性を確認し、アイデンティティを保とうとする無意識の砲撃気質が動くのです。自分の感情の本質や背景を理解することで、自分自身を責めたり、いたずらに相手を攻撃せずに済むヒントを得ることができます。そして、現代社会における許しの意義。SNS の普及や多様な価値観が混在する現代社会では、他人の失敗や過ちが拡散されやすく、過剰なバッシングや許さない空気が強まっています。著者は、このような社会だからこそ許しの意義が見直されるべきだと訴えます。相対等や社会を批判し続けても、自分の心が疲れ果ててしまうだけでなく、建設的な対話や再生の機会も使われます。本書は、厳しい社会の中で自分の心を守るためにも、許すことのメリットや新たな人間関係の築き方について具体的なアドバイスを与えてくれます。最後に、許す力を身につけるための実験的アプローチ、単に許しなさいと言われても、
実地合いには簡単にできません。本書では、許す力を養うための具体的なトレーニング方法や考え方が丁寧に紹介されています。深呼吸や瞑想を取り入れたストレス緩和法、感情の言語化、相手のと適切な距離感を保つ方法、コミュニケーションの工夫、自己肯定感を高めるセルフケアなど、すぐに実践できるヒントが満載です。さらに、自分の人生をより豊かにするための許しの意義や、自分を許すことの重要性にも触れながら、読者が作務向きに生きていくためのメンタルトレーニングを指南しています。結論として、真犯人はなぜ他人を許せないのかは、感情のコントロールや他人との関係性に悩むすべての人に読んでほしい一冊です。特に職場や日常の人間関係でストレスを感じやすい人、自分の感情の使い方に課題を感じている人、また自己肯定感を高めたいと願っている人には最適です。本書は表面的な道徳論や自己啓発にとどまらず、脳科学という科学的根拠に基づきながらも、事件的で具体的なアドバイスが多く守り込まれています。自身の感情を理解し、コントロールすることで心が軽くなり、他人を許すことでより良い人間関係を助けるようになるのです。他の類似書籍と比べて、ニコマ新時世の本は最新の脳科学知見や心理学的視点に裏付けられており、単なる心の悪知用や精神論に依存していません。理論的な納得感と日常生活で使えるノウハウがバランスよく詰まっているため、途後にはきっと心が楽になり、人間関係に前向きな変化が訪れるでしょう。ストレス社会を生き抜くための心の解放願能として、本書は広い時代にとって役立つ内容です。この一冊で自分自身も他人も許せる心の柔軟さを手に入れ、より幸せな毎日を迎えてみてはいかがでしょうか。ご支援いただける場合には、ちのもしこ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。どごの感想をぜひお聞かせください。それではまた。